皆さんこんにちは、前回の YouTube をご覧いただきまして本当にありがとうございます。 C チャンネルの、スタッフの和田さんと申します。今日はですねコメントでも多くいただきました、ベースメイクの作り方についてご紹介しています。厳選したアイテムをちょっとご紹介して、あとは結構付け方とかにもすごくポイントがあるので、そちらもぜひ参考にしていただければと思います。ではご覧ください。ちょっと今結構荒れてしまっている状態ですので、軽く今下地を全体につけさせていただいております。で今一番下に使っている下地がこちらのエチュードハウスのフィックス&フィックストーンアッププライマーという赤みを抑えるグリーンの下地なんですけれども、これをちょっと今全体に薄くつけています。こういった時でも実際に店頭では至近距離でお客様と話すことが多いので、絶対に自信を持って、お客様に失礼のないようにご紹介できるためにもベースを作っています。私は結構肌が荒れやすくて、ニキビも1個できるとねどんどんできてきてしまうんですけれども、そういった時は、まずベースに赤みを抑えるグリーンの下地なんですけれども、これをつけていきます。今ですね眉毛も、ベースメイクもほとんどしていない状態ではあるんですけど、ちょっとつけまつげだけつけております。でつけるところなんですけど、顔がありますよね。で結構このフェイスラインに、多くつけてしまう方が多いんですけれども、顔っていうのはもう基本的に、こちらの頬骨から内側に当たります。でこの部分を、多くつけることによって顔が立体的に、塗ってない部分は後ろに下げて、塗ってる部分を高く前に、見せる効果があるので、その基準にのっとってメイクをしていくことが大切になります。なのでよくハイライトパウダーとかをつける部分にベースをしっかりのせてあげることで、顔に立体感が生まれます。今こちらの T ゾーン、あと少しやっぱり高くしたい部分、この辺とかにも重ねてあげると立体感がより出ますので、よかったら、明るくしたい部分に一番最初に、カラーコントロールをのせてあげるといいと思います。まずまっさらな状態のベースの上に、その自分の持ってる、肌の色をまずはコントロールする。一回ちょっとフラットにするような感覚ですね。で色味だけを今、フラットにしているような状態なので、さらにカバーをするっていうことを今からやっていきます。カラーコントロールとカバーを一緒にしようとは思わない方が綺麗に仕上がると思います。例えばこれ一つにカラーコントロールとカバーができるっていうようなアイテムが結構いくつか巷ではあると思うんですけど、そういったアイテムっていうのはなかなか二頭もの一頭を得ずみたいな感じで、なかなかねうまくその2つの願いを叶えてくれるとなかなかないので、段階段階でそのアイテムをしっかり選んであげることが大事だと思います。次はカバーをしてまいります。カバーするところがすごく私はたくさんあるんですけれども、私が今使っているのがクラランスのインスタントコンシーラー01番なんですけれども、私は水分が少なくて油分が出やすい肌なので、どうしてもニキビが結構できてしまう。で長時間お化粧をしていると、お化粧の成分と皮脂っていうのが混合して酸化してしまうことがニキビの原因なんですけど、その酸化を防いでくれる効果だったりとか、油分っていうのがすごく多く入っていないので使っててすごく安心。つけるポイントなんですけど、まずは、パッと鏡で見た時に目立つ赤ニキビですねから多めにのせていきます。やりがちなのがですね、ここで結構全体的にファンデーション塗ってしまったりとかってすると、カバーしたい部分とカバーしなくていい部分の、ギャップがなくなってしまうので、必ずカバーする部分と、しない部分っていう2層をしっかり作ってあげることでよりカバー力がしっかり見えてくると思います。順序としてはこれも私の感覚なんですけれども、やっぱり目立つニキビ、凹凸があるものから先に逆にカバーをしっかりしていって、次はちょっと色ムラ、クマだったりとか、シミだったりとかニキビ跡とか、それが2番目の優先順位になりますね。伸ばすというよりはカバーするときは必ずトン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 と薄い層を何枚も重ねるようなイメージでのせていってあげるとすごくしっかりカバーができますね。結構ポイントなんですけれども、これ100均で売っているブラシなんですけれども、こういったブラシをつけて眉毛の周りのちょっと例えば生えてしまっている産毛だったりとか、なんか青くなっちゃってるとか、そういったところをお絵かきのように縁取ってあげるんですね。そうすると本当に立体感が出る。あんまり伸ばすというよりは本当に縁取る、しかも一直線に動かすっていうことがすごく大事になってきます。
そうするとですね、こう眉毛が本当にこうフラットに綺麗な状態になるので、眉毛を描くときにものすごく描きやすく、そして綺麗な、ちょっと角の上がった眉毛が、描けると思うので、仕込みとしてしっかり描いております。最後はこういった感じでトン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 と叩いてみるとすごく綺麗になじむと思います。で同じ要領で、こういった感じでちょっとこう顔を斜めにしてですね、ぐっと口角をしっかりこう取ってあげるっていうのが意外とすごく大事ですね。美容美のメイクは結構パーツを本当に綺麗に見せてあげることがすごく大事なので、そのための、ベース作りっていうのが一番ポイントになってきます。でやっぱりそこにこだわりを持ってしっかりメイクをしてあげると全然どなたでも意外と簡単にプロっぽいというかイメージがつくと思いますので、あと目のここの、美肌ラインっていうんですけど、ここ引き上げてあげるんですね。ピーッとこの下まぶたからそのまま延長線上にグッと、よくねモノマネの芸人の方とかがね結構こうセロハンテープとかでこう引っ張ったりとかねしてると思うんですけど、本当にそういう感覚ですね。ここに光が入ることによって顔がキュッと上に上がって見えるんですね。ここにですねやっぱ色ムラ、色素沈着というか、皆さん結構お化粧しっかりしてたりとかマスカラとかがね落ちやすいと思うんですけど、そういったお悩みの方にもすごく使える方法でして、ここもですね結構クリアにカバーしてあげると、目の下の結構色ムラが改善されるだけで一気に美肌っていうイメージになると思います。こうコンシーラーの段階が結構多いとは思うんですけれども、ここが本当に大事なので、ここにしっかり時間をかけて作ってあげてください。最後ちょっと粉をのせていきたいと思います。ケースがちゃんとないんですけれども、バーバリーのヌードパウダーですね、フェイスカラー11番の一番明るいお色です。結構美容部員さんでこだわりを持ってるところが多いのがパウダーなんですけれども、パウダーってあんまりこう皆さん絶対こういうのがいいっていうのがねあんまりない方が実は多いんですけど、意外と重要なのが最後につけるパウダーでして、今したカバーちょっとこうマットにカバーしたものを薄まくながらギュッと固めたいっていうのが一番の目的なので、それに本当に見合ったパウダーっていうのが結構いろいろ試してみた結果、バーバリーのこちらのヌードパウダーでした。っていうのも、これまず形状からして通常のルースパウダーとは違いまして、ルースパウダーって固めてなくて本当にサラサラの粉状態のこと言うんですけど、こういったものだとどっちかっていうとこうふんわり仕上がって抜け感だったりとか、ふんわり感、透明感、ナチュラル感っていうのは出るとは思うんですけど、プレストパウダーっていうのが固めた状態ですね。で固めたもので結局ブラシで軽くつけると固めてる分すごく粉の密集率が高くて、1回こうやってやっただけでつける量っていうのが、基本的にこっちの粉のパウダーよりも多いんですね。なのでその分ギュッと、お肌に細かい粒子がたくさんつくっていう感じですね。薄い膜がこうピタッと乗っているような感じですね。本当によれないですね。で意外とこう知られていないパウダーの付け方なんですけれども、なんかこうサッサッサって結構つけてふわふわってこうのせる方が結構多いんじゃないかなと思うんですけど、結構 CM とかイメージ映像とかでもなんとなく私はそういうイメージがあるんですけど、実は本当に化粧持ちを良くしてくれて、本当にそのプレストパウダーの良さを引き立てる付け方っていうのがありまして、必ずいろんな方向に合わせて筆を動かします。毛穴っていろんな方向に実は生えてるんですね。なので同じ方向につけてしまってもどうしても毛穴の空きが目立ってしまうっていうお悩みが結構出てきてしまうので、決してこの同じ方向だけにはつけないですね。反対側から入れたりとか、下から入れたりとか、斜めから入れたり、そうすると本当につるんとした、仕上がりになります。カラーコントロールクリームとか、今つけたコンシーラーですとか、とにかくカバーして、しかもこう前に出したい部分、この中央の部分には私多くつけてくださいっていうお話をしたんですけれども、フェイスパウダーに関してはですね、必ず中央ではなくて、どちらかというとこのフェイスラインもしっかり最後にのせてあげるとすごくメイク持ちが良くなります。よくね昔冷蔵庫とかに私シールいっぱい貼ってたんですけど、シールって結構剥がれてくる時って周りからこうどうしても剥がれてくると思うんですけど、メイクも本当に一緒で、落ちてくる時ってここからよれるのではなくて、やっぱりこの辺から汗が出てきたりとかしてよれてくることが多いんですね。なのでその周りをしっかり固めていくことによって結構化粧持ちっていうのは驚くほど変わるので、よかったら試してみてください。ベースメイクは、これで完了しました。多分お持ちのアイテムで結構再現できるとは思うので、ち
ちょっとやってみて、もしよかったらコメントをしていただけたら嬉しいです。